よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、金太郎レポートナンバーワン、2020年2月15日。コロナウイルスの WHO が発表した死者と感染者の数から、まとめて、モデルを作って、解析した結果をご紹介したいと思います。これはですね、エピデミックモデルと言いまして、こっち側に感染者が1人います。それが集団の中に入って感染者を増やすというモデルです。キーになるパラメータがありまして、感染力 R0 って、これ何かっていうと、1人が集団の中に入ると、この人が何人の感染者を増やすかっていう、とても重要なパラメータです。これに関して今から説明します。横軸に人口密度、縦軸が R0 です。で、1とか2とかっていうのは先ほど説明した1人が1人に増やすと、2人に増やす、3人に増やす、4人に増やす。そうすると、ネズミ講的にドーンと爆発しちゃうんですけれども、都市の人口密度に比例したような感じになっています。東京はだいたい真ん中くらいですけども、台北、シンガポールかなり多いです。しかも測定したR0 何本は6とか5ですね。しかし、これが密度少ないと、だんだん R0 が下がってきます。で、チベットになると R0 はほとんどありませんでした。ということは、チベットとか人口密度の少ない国は感染しないということが分かりました。東京に住んでいる子は、港区の皆さん、非常に危険ですよ。気をつけてくださいよ。満員電車なんかは特に危険ですね。北京は意外に低いんですか？北京、こんなもん、ルブカンと似たり寄ったりだよ。結構広いんだね。バンコクだけラインに乗らない。これ難しいんですよね。ポピュレーション、人口の密度の取り方がね、どこの範囲で取るかでちょっと決まってくるんですよね。これちょっと、なんでかっていうのはまだわかりません。だいたいこんなもんでした。次はですね、今話題のダイヤモンドプリンセスもやってみました。3700名割る船の密度ざっくり計算して、やっぱり延長線上に乗りました。これはね、実際のコロナウイルスのパラメータ抽出と一緒ですからね。これで皆さん簡単にですね、コロナウイルスの計算方法がわかりました。ですね、横軸に面積を取りまして、傾きで今どれくらいの密度の中で仕事をしているかとか、バスの中とか、病院の中とか、このデータさえあれば皆さんわかります。安全か、安全じゃないか。そしてですね、この式に従ってですね、ちょっと求めてみました。じゃん！病院の中の R0、デンシティが5人、ざっくり1平方メートルあたり、これ見ると5人くらいいますね。殺到してますね。殺到してますね。それで、500万人per 1キロになります。R0 がですね、4000。とんでもない数字になっています。一人の人がこの中にいるだけで、4000人を感染する爆発的な力を持っています。これはね、ものすごい力を持っていますよ。これを起こしちゃいけませんよ。だからね、武漢ね、爆発しちゃったんですよ。ちゃんとね、並ばないとダメなんですよ。で、まとめますとね、これは普通の感染力、4くらいですよね。この辺のやつ。しかし、この中に入ると感染力が、これ8じゃなくて4000。ドワーって爆発しちゃいますよ、と。で、チベットみたいなところは感染力が弱いですよ、ということです。まずは、シミュレーションのシステムのご紹介をいたします。簡単な SIR って先ほどのモデルですね。これに R0 の温度依存性、人口密度依存性、あと人間のマスクしたりとかしないかとか、その時に R0 はどう変わるかっていうのを測定して、解析して、今、開発中です。先ほどのような試運転のデータですけれども、皆さんにどうやったら拡散を防ぐことができるかと、どこが安全かとか、そういう情報をですね、届けたいなと思って、この情報はですね、WHO が発表した死者と感染者の数から天気、気温、人口密度、飛行機のフライトチケットの情報をまとめて、モデルを作って解析した結果を、で、どういうふうに将来、近い将来、が増えていくのかっていうのを各都市ごととか、あと気温の変化、どうなるか。将来的にそういう解析も行って、本当にどうなのかっていうのをね、正確に予測しようと思っています。最初にですね、このシステム、私の個人の趣味でやったんで、結果が外れたから言って私は責任持ちませんので、個人の責任において、見てください。じゃあテストランの、結果ちょっと紹介します。まずはダイヤモンドプリンセス、今話題のさっき R0 だけ見せましたけども、これがですね、結果です。で、横軸に時間、2019年11月から5月までの予測。黒が人口。これが推定される感染者のナンバー。ダーン。そして、この赤が確定された感染者。この×印は実際に本土政府から発表されたナンバーです。で、この傾きかなりよく当たってますね。
で、この計算結果からいきますと、死亡率、今まで報告されている 0.6% をすると緑の線。で、死亡者は4人と予測していますが、日本の医療制度の死亡率いくとかっていうのはこれでわかるんで、将来のデータの参考にしたいと思っています。これだと、うん。検疫期間中にう、ん。さらに感染が広がったってことです。を示唆してるってことですか？うん。これはね、ここに一人入って、それからドドドドドと増えると。感染者、1月の28日に一人感染から始まって、それがほぼほぼ100%、3700人全員に感染したと。それから感染までの日数が2週間程度ですね。っていうのが、モデルの解析した結果です。ここにメディカルアクションっていうのがありますけども、これは20%ってしたんですけど、この場合、みんなお医者さんに検査されると仮定すると、痛いよっていう人が20%しかいないと。感染してもね、80%の人はそのまんまお医者さんにも行かずに治るんです。その人がね、その時点で移すからね、やばいんですよ、この病気は。っていうのはね、このグラフからわかります。そしてですね、days for 10x っていうのは、だいたい感染者が10倍になるまでの日数、だいたい3日で10倍になります。これはやばいです。しかもですね、これ、増加係数 R0、15。この傾きがね、15なんですよ。それで先ほどご紹介した面積からすると、点になるんですよ。それが都市のやつとも重なってるんで、R0 っていうのは面積、密度に正確に比例するんで、先ほどご紹介した方程式にやると、皆さん簡単にこれで R0 を求めることができます。完全に個室にずっと閉じこもってて、うん。その外部との交流が一切ないような人は、うん。狭い空間だとしても、うん。感染しない可能性がやっぱり高くなるってこと。窓閉めて。そんでもね、多分ね、ご飯とかで来てね、映しますよ、きっと。まあ、だって綺麗に乗ったもの。R0 の面積依存の上に乗ってるんで、それから一人発見したらもうすでにね、その時点ですでに、この中だったら70人にはもう感染してんだね。乗組員の人はずっとその後も仕事してるって考えると、また隔離しようがないですもんね。うん。だからこういうものすごい速さで拡散するんだね。でも20%の人はお医者さんに行って、で、その中の 0.6% の人は死ぬんで、ほぼほぼ地球上の人、みんなに感染する病気なんでね。だから感染しないっていうふうに逃げるのは諦めてください。次は、ウーハン。推定の患者さん。だいたい10万人頃いたんです。1月の26日は特別な日でして、武漢が封鎖されたとです。で、そこからね、モデル式が変わってきます。A モデルは武漢封鎖される前。で、B モデルっていうのは武漢が封鎖された後です。で、何が違うかっていうと、この増加係数 R0 っていうのが4から3に変わります。で、先ほども紹介しましたように、R0 っていうのはですね、人の密度、人口密度が比例します。もう一つのファクターっていうのは、人間の行動、マスクをしたりとか、手とか、よく洗うとか、そういう行動にも左右される。で、こういうパラメータを抽出して、どうやったら拡散を少なくするか。それから将来の拡散、ウイルスの拡散がどういうふうになるかっていうのを正確に予測できるように今開発中です。で、この結果はですね、ここ境にですね、確定者数の傾きがちょっと変わってきています。R0 変わったな。ですから皆さん手洗いとかマスク絶対してくださいよ。日本の R0 を下げるのはあなたの努力にかかっています。で、これは測れるし、見ることもできます。推定感染者は測りようがないですよね。推定感染者ね、測りようがないんですけども、この間飛行機で日本人600人帰ってきた。その時のだいたい 1.5% くらいの人が感染していました。ということで、これが人口ね、1100万人。そこから 1.5% だいたいこの辺かな。で、この辺のデータにしました。ここまで人数増えるともう検査しようがない。そう。そうなんですよ。それでですね、今日ね、WHO がね、お医者さんの判断だけで、感染したかしないか判断するっていう発表をしました。臨床診断、そう。それで急に1万人ボッと増えました。死者も100人ボッと増えました。ですので、ますますこの予測データに近い。もうね、測るのはね、不可能なんですよ。1日1000人とか2000人います。日本なんか全体で1日100人くらい。将来1000人測れるようにしようって言ってますけども、測らなくていいように、なるように、願ってます。通院率は20%だったり13%だった
たり、そこに何か鍵が。ある。それもね、あると思いますよ。他のデータを見るとね、大体ね、平均17%。だけども、この場合はですね、13% 低いです。多分ね、怖がってね、病院に行かない人がいるんじゃないかなと思っています。さっき、ご紹介したように、もう病院はね、R0 が4000。ですから、ここの傾き、フィッティングに合ってないのは、ああ、パニックコロナブーストってちょっと名付けてしまったんですけど、パニックになっちゃって、コロナの一気に100倍になっちゃった。これが武漢。それで一気にいっちゃったんですね。そうすると、とんでもなくタイムリミットまで近くなってきます。ちょっと体調良くないなって思った人が、うん。実際にはコロナにはかかってなかったとしても、うん。病院に行くことによああ、そうって、だね。やばいんですやばいし、普通に病院に行かなかったらそこまで死ななくてもいいのに死んじゃうという恐ろしい病気ですね。このパニックコロナブース、これがここで起きて、綺麗な理論曲線から外れちゃったんじゃないかなと考えています。それでです。コロナブースト、感染力4000倍。で、これがチベットとか行くと、もう R0 は0ですから心配ありませんよと。で、ここで痛い。もしこの病気から、このコロナから、逃げるんであれば、この辺の山に行って、ピークが過ぎるのを待って、収まった頃に来れば、かからなくて済む。みんなチベットに殺到するとまずいんじゃないですか。だからみんなが行かない山に行くと。この辺ほとんどいませんから。それがですね、生き延びるケツですね。日本です。綺麗に直線に乗って、この直線から外れないように動いています、今のところ。日本人パニックになってもね、密集したりしませんからね、綺麗に行列を作ってスーパーに買い物来ますし、しかも外で病院よくやってますんで、この病気に対するね、体制は日本人はね、強いんですよ。実際にね、災害が起きても、日本人頑張ってるんで、この病気にもですね、耐えて、克服していくんじゃないかなと。で、ここに紫の点ありますけれども、これは 10ppm。これを起こすと危険レベルなので、超えないように皆さん頑張りましょう。で、このスロープが R0 に依存しますんで、みんな一生懸命手洗いとかね、してね、やると、まだまだ持ちこたえられるんじゃないかな。で、死者は、今日一人出たかな。そうですね。80歳ね。ね、2月の時点で1人出てくるんで、まだ大量に出てくるかどうかはまだわからないんですけども、大量に出てくるのはだいたい3月くらいからかなと思ってます。それから、先ほど紹介した、ここにラインがあるんですけども、2つライン。1個はモデル A、ダッシュはモデル B。A はブカンクローズがある前。B っていうのはブカンクローズの後。で、綺麗に2つの曲線が分かれています。ですから、皆さんが努力しなかったら、A のモデルでいくと、日本では3月までに10万人死ぬことになります。死者が出るんじゃないかなと。で、それと同じ状態がね、もうすぐね、武漢、湖北省、その近辺、もしくはどこまで止められるかわからないんだけど、もっと行くと中国でも起きる可能性があります。だから、うがい、手洗い、あと、外で業務よく待つとか、なんとかね、乗り切っていただけたらなと思います。あと危険なのはね、満員の電車、コロナブーストが発生する可能性があるので、そこの対策考えて。怖いですね。あと、この時期、東京オリンピックになると人が大量に来ますからね、コロナブーストが起きる可能性がありますので、この概念をしっかり皆さんね、頭に入れて、R0、10以上のところには行かない、近づかない、それを自分でね、計算して、考えて、ね、行動の基準にしていただけたらと思います。これまだね、温度に対する効果まだ入れてないです。今解析中です。だから、もうちょっとね、予想したよりも下がると思います。横軸に温度、気温。で、これハルピンのデータ。それから、これは台北、東京この辺なんですけども、こんな風に下がってる傾向があるんで、これはね、結果ができましたら、次回皆さんにお伝えしようかなと思っています。で、追加資料はこんな風にありますんで、北京、香港、シンガポール、日本と、こんな感じですね。これ今日記念すべき第1回。なるべく精度を上げて、しかもどうしたらこのコロナウイルスから一人でも犠牲者を少なく、世界中から減らすことができるかっていうのを一生懸命考えて、これからも皆さんに情報とかアイディアとかそういうものを提供していきたいなと思っています。じゃあまた新しい結果が出ましたらね、皆さんにお伝えしますんで、今日はこの辺でお別れしたいと思います。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。これをですね、いいなーって思った方は、
どんどんスプレッドしてください。コロナウイルスも早く世界中に広めてですね、みんなでね、コロナウイルスを止める対策を一緒に考えれば、必ず人類はこの危機から解決して次の新しい世界を作ろう。それが、金太郎の願いです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。